どうも、伝蔵です。今回は年金定期便が届いたら絶対にやるべき年金見込み額の確認と年金ネットの登録の方法について紹介したいと思います。年金定期便は年に一度誕生月に日本年金機構から届く書類です。基本的にはハガキですが、35歳、45歳、59歳の方にはこのような封書で届くようになっています。まずはハガキや封書で年金定期便が届いたら押さえておくべきポイントを紹介したいと思います。まずは年金見込み額を確認しましょう。これまでの加入実績に応じた年金額が今受け取った場合の年金額になっています。思ったより金額が少ないと感じるかもしれません。ですが、あくまでも今受け取った場合の年金額ですので、今後保険料を納めることで増やすことができます。合わせてこれまでに納めた保険料の納付額の累計額やこれまでの年金加入期間の合計、これらについても合わせて確認しておくようにしましょう。もしも年金加入記録に漏れや誤りがある場合は、このような年金加入記録回答表に必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送する必要があります。封書の年金定期便の場合はこのような見方ガイドが同封されています。年金定期便の見方の詳細についてはこちらを参考にしていただければと思います。続いて年金定期便が届いたらぜひやっておきたい年金ネットの利用登録方法について紹介したいと思います。年金ネットの利用登録には2つの方法があります。1つはマイナンバーカードを使用してマイナポータルからログインする方法です。もう1つは基礎年金番号と年金定期便に記載のお客様のアクセスキーを使用する方法です。基礎年金番号は年金加入時に受け取る10桁の番号です。お客様のアクセスキーの有効期限は年金定期便の到着から3ヶ月となっています。マイナンバーカードをお持ちの方は1つ目の方法が簡単なのでおすすめです。それではこれら2つの方法を実際のスマホ操作画面を使って説明していきたいと思います。まずは年金ネットにアクセスします。概要欄にも年金ネットのリンクを貼っております。年金ネットのトップページから利用登録を行うことができます。まずは1つ目のマイナンバーカードを持っている場合のマイナポータルからの利用登録を行っていきたいと思います。まずはマイナポータルからのご利用をタップします。マイナポータルが開いたら右上のログインボタンからログインします。ログインをタップします。マイナンバーカードのパスワード数字4桁を入力します。次へをタップします。マイナンバーカードの上にスマートフォンの上部を置いて読み取り開始ボタンを押します。マイナンバーカードの読み取りが完了しました。右上がログイン中となっていて、マイナポータルへのログインが成功したことがわかります。トップページ下の注目の情報から年金記録見込み額を見るをタップします。年金ネットとの連携について確認し、問題なければ連携に同意するにチェックを入れて年金ネットと連携をタップします。こちらの表示が出たら許可を選択します。年金ネットからのお知らせが表示されますので確認して閉じるを押します。これで年金ネットへの利用登録ログインが完了しました。これで年金ネットからいつでもご自身の年金記録の確認や将来の年金の見込み額、これまでに納付した保険料の額など年金定期便に書かれているような情報をいつでも確認することができます。続いてはマイナンバーカードをお持ちでない場合の年金ネットの利用登録方法を紹介したいと思います。年金定期便のアクセスキーがありますのでアクセスキーありを選択します。アクセスキーがない場合は下のアクセスキーなしから後日郵送してもらえるようです。利用規約を確認して問題なければ利用規約に同意するにチェックを入れます。内容を確認してご利用登録を続けるをタップします。年金ネットを使う上での注意事項が表示されます。閉じるをタップします。ユーザー ID の発行を申し込むため情報を入力します。年金定期便に記載のアクセスキーや数字10桁の基礎年金番号が必要です。その他、氏名や生年月日、性別なども入力する必要があります。パスワードや秘密の質問、メールアドレスなどを登録して最後に電話番号なども入力すれば次に進むをタップしてユーザー ID の申し込みが完了です。このユーザー ID とパスワードを使って年金ネットにログインすることができるようになります。年金定期便が届いたら絶対にやるべきことについて紹介してきましたがいかがだったでしょうか。ぜひこの機会にご自身の年金見込み額や加入履歴を確認するとともに
年金ネットの利用登録も行い、いつでも年金記録を見れるようにしておくことをお勧めします。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もいただけると嬉しいです。今後とも伝蔵チャンネルをよろしくお願いします。